はクイックアートで販売しているパウダープリントシリーズ5種類それぞれの特徴についてご紹介したいと思います。パウダープリントシリーズは絵や文字の部分だけが転写できるインクジェットプリンター専用用紙です。まずは用紙に印刷をして、この糊に代わる専用のパウダーを振りかけます。そしてこれをアイロンで対象物にプレスするとこのように仕上がります。こちらレーザープリンターでは使用できませんのでご注意ください。パウダープリントシリーズはインクの種類によって使えるものが違いますので、お使いのプリンターに合わせてこの中から商品をお選びください。まずは全色顔料インクのプリンターです。代表的な機種がこちら、エプソンの PX105。顔料インクは水に強いので、パウダープリントシリーズではパウダープリントシートとメタリックパウダープリントシートでご使用いただけます。そして続いてがこちら、黒だけ顔料インクのプリンターです。キヤノンのインクジェットプリンターのほとんどは黒色だけが顔料インクになっています。でエプソンでも一部の機種は黒だけ顔料インク、その他の色は染料インクとなっていて、この組み合わせのプリンターが増えてきています。パウダープリントシリーズでは鑑賞用パウダープリントシート、そして木材用パウダープリントシート、また黒だけを使う場合にはメタリックパウダープリントシートでもお使いいただけます。そして最後に全色染料インクのプリンターです。普通ご家庭にあるのはこのプリンターのタイプが多いかなと思います。この染料インクは熱をかけても変色することがなく、発色も綺麗なんですが、ちょっと水に弱いので、パウダープリントシリーズでは鑑賞用パウダープリントシートと木材用パウダープリントシートにお使いいただけます。では各種商品の説明に移ります。まず最初の商品がこちら、パウダープリントシートです。こちらは全色顔料インクのエプソン PX105 で印刷します。出来上がった作品がこちらです。見てください。こんなに細い線まで綺麗にプリントできるんです。ちなみにここにいるくまちゃんのしているマスクもこちらでプリントしました。プリンターがない場合でもこちらの手書きパウダープリントシートで水性顔料インクのペンを使えば手書きのイラストや文字も転写できます。同じくクイックアートで販売していますこのようなジェルペンや市販の蛍光ペン、そしてこのようなオイルパステルも使うことができます。それを使った作品がこちらです。手書きの温かみのある作品が並んでいます。例えばこちらのペンケースですが、このように紙に手書きで絵を描きます。そこに粉を振りかけてアイロンでプレスすることでこのように転写することができます。他にも蛍光ペンを使った作品がこちらです。ただですね、転写すると絵が左右反転されますので、手書きの際特に文字などお気をつけください。パウダープリントシートはこのようなメタリックホイルを使うことでキラキラとした金箔や銀箔などの箔加工を施すことができます。こちら7色ご用意しています。そしてパウダープリントシートとこちらのメタリックホイルがセットになったのがこのメタリックパウダープリントシートです。できた作品がこちらになります。わかりますか、このキラキラ感。ちなみにですね、印刷はこのように顔料インクの黒一色で大丈夫です。そしてこの商品の特徴なんですが、見てください。こんなに細いメタリック加工ができるんです。繊細な線が分かりますかね。こちら世界最細のメタリックプリントとなっています。また手書きのパウダープリントにも
この一番右の猫ちゃんだけがメタリック加工になっています。手書きパウダープリントにもメタリック加工ができます。続いてはこちら、鑑賞用パウダープリントシートです。この商品はこちらのプリンターで印刷できます。お洗濯をしない鑑賞用のものにお使いいただけます。手順としては、お好きなデザインを紙に印刷してパウダーをかけて、それを生地にアイロンでプリントします。そしてそれを成形することでこのようなブックカバーを作れたりとか、あとはカルトナージュやファブリックパネルの生地にも使えます。他にもですね、お人形の洋服にプリントしたりですとか、何枚か組み合わせることでこんなに大きなタペストリーを作ることもできますので、ぜひご家庭でいろんなものを作ってみてください。最後は木材用パウダープリントシートです。布ではなく木材にプリントするためのシートです。表面加工がない無垢の木にプリントするのがおすすめです。こちらはインクジェットなら種類を問わずお使いいただけます。おすすめはこちらのインクになっています。こちらも布と一緒で、まずは紙に印刷をして、そこに粉を振りかけます。それを木にアイロンでプレスすれば、このように転写することが可能です。他にも見てください。カフェや居酒屋のメニューですとか、ネームプレート、あとは表札ですね。立体的なこういうパズルとか椅子、時計などの小物にも使用できますので、木材とプリントの組み合わせ、無限にアレンジしていただくことができます。水濡れするようなものには防水スプレーをかけて使ってください。以上、パウダープリントシリーズのご紹介でした。ご家庭で簡単にプリントが楽しめますので、皆さんぜひ使ってみてください。また、写真などをプリントしたい場合には、こちらの洗濯に強いシリーズがおすすめです。詳しくは概要欄からチェックしてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。